皆さん、こんにちは。こんにちは。日本語デイリーポッドキャストの時間です。パーソナリティのゆいです。春樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、春樹さん、最近だんだん暖かくなってきましたね。本当ですね。天気がいい日は、外でご飯を食べたくなります。わかります。ピクニックとかいいですよね。そして、ピクニックといえば、やっぱりお弁当ですね。そうです。お弁当。というわけで、今日のテーマは、日本人のお弁当文化です。いいテーマですね。お弁当は、日本の食文化の中でも、とてもユニークなものだと思います。ですよね。今日はリスナーの皆さんと、お弁当の魅力についていろいろお話ししていきたいです。早速ですが、ゆいさんは子供の時、お弁当は手作りでしたか？はい、もちろんです。私の母は毎日すごく可愛いお弁当を作ってくれました。へえ、かわいいお弁当ですか。そうなんです。タコの形をしたウインナーとか、ウサギの形をしたリンゴとか、ああ、日本の子供のお弁当の定番ですね。うんうん。特に遠足の日は特別でした。アニメのキャラクターの形をしたおにぎりとか、キャラ弁って言うんですけど、なるほど。キャラクター弁当でキャラ弁ですね。それは作るのが大変そうですね。本当にそう思います。毎朝早く起きて私のために手作りしてくれて、今思うと母の愛情だったんだなって感じます。お昼にお弁当の蓋を開ける瞬間がすっごく楽しみでした。確かに手作りのお弁当にはそういう温かい思い出がありますよね。おかずは何が好きでしたか？やっぱり卵焼きかな。母の作る卵焼きは少し甘くて世界で一番美味しかったです。いいですね。お弁当のおかずって家庭の味が出ますからね。春樹さんはどうでしたか？お母さんの手作り弁当でしたか？僕の場合はちょっと違いますね。母も仕事で忙しかったので、中学生くらいからはコンビニで買ったり、自分で簡単なものを作ったりしていました。へえ、そうなんですね。コンビニのお弁当も種類がたくさんあって美味しいですもんね。そうなんですよ。幕の内弁当や海苔弁当とか、安くでボリュームもあって、毎日違うお弁当を選べるのが楽しかったです。うんうん、わかります。でも自分で作るのもすごいですね。いえいえ、本当に簡単なものですよ。昨日のおかずの残りを詰めたり、冷凍食品を使ったり。あ、冷凍食品。お弁当の強い味方ですよね。そうそう。でも、自分で作るときに一つだけ気をつけていたことがあります。え、何ですか？彩りです。彩りですか？色っていうことですか？はい。お弁当は味だけじゃなくて見た目も大事だと言われます。赤、緑、黄色の3つの色が入っていると美味しそうに見えるんです。なるほど。だからお弁当にはよくミニトマトやブロッコリー、卵焼きが入っているんですね。その通りです。赤いウインナー、緑のレタス、黄色い卵焼き。それだけでお弁当がパッと明るくなります。彩りが綺麗だと食欲も出ますからね。そっか。ただ詰めているだけじゃないんですね。深いなあ、お弁当って。ゆいさんは今、会社にお弁当を持って行ったりしますか？時々作ります。でも毎日はちょっと朝早起きするのが苦手で。わかります。大変ですよね。だから会社の近くのお店で買っちゃうことが多いです。でもやっぱり手作りのお弁当は節約になるし健康的でいいなとは思います。そうですね。自分の好きなおかずだけを入れられるのも手作り弁当のいいところです。確かに。春樹さんは今も自分で作るんですか？ええ、
週に2回くらいは作りますよ。と言っても、ほとんどが昨日食べた晩ご飯の残りですけどね。それが一番賢い方法ですよ。いやー、お弁当の話をしていたら、なんだかお腹が空いてきました。本当ですね。今日のお昼ご飯が楽しみになってきました。さて、そろそろお時間です。日本のお弁当文化、楽しんでいただけたでしょうか。手作りの温かさも、買う便利さも、どちらも日本の大切な文化ですね。では最後に今日のポイントをまとめましょお願いします。う。今日のベストフレーズ参戦は、手作りのお弁当、彩りがきれい、お腹が空いてきましたです。会話の中でぜひ使ってみてください。はい。今日の話を聞いて、明日は久しぶりにお弁当を作ってみようかなって思いました。さて、リスナーの皆さんにも質問です。あなたが好きなお弁当のおかずは何ですか？または、あなたの国にはお弁当のような文化はありますか？ぜひコメントで教えてくださいね。皆さんのコメント楽しみにしています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら。